ようございます。今日は US オープンが終わって久しぶりにサーフィンしたいなと思ってやってきました。そして見てください、これ新しい板届きました。ビッグリグドライバーのフルカーボンダブルダートが到着です。かっこいいでしょ。ライトスピード2の方が軽いっちゃ軽いのかな。ダブルダートも軽いんだけど、フルカーボンの反発がめちゃ強いので、あと動きの速さ、僕の今すごく気に入っているモデルで、ビッグリグドライバーで試してみたいと思います。メイヒムの M センターフィンがなぜかこの赤のお揃いのがなくて、古い方の M 同じサイズのやつがあったんで、これをねつけたいと思います。 OK です。これ乗りたいと思います。実はもう1回乗ったんですよ。でね、ちょっとしか乗れなくて、ブラックダートテクノロジーダブルダートのビッグリグです。ビッグリグでフーワックスに乗って絶賛発売中の最高です。はい、めっちゃ評判いいです。水入れてやってます。はい、使いかけのワックスがいっぱい溜まってきましたはい、閉まりました。これで水が漏れないです。はい、西井がダブルダートのビッグリグドライバー、サイズはこれ510ですね。ストックボードのサイズです。このボードですね、もうとにかくボード自体が軽いのですごく操作性がいいんですよ。もうねターンねした時にね、自分がね思ってたよりもね早くね上の方に行ってしまうので、なんかね最初の方はタイミングが合わなかったんですけど、だんだん慣れてくるとすごい素早い動きができるようになって、もうとにかく軽快ですよね。今もカールの上にねわざとね乗せて少しね待つような感じで降りてきたんですけど、そうするとねスプレーがね大きくね出ましたね。今もねこの波のトップのところでね飛ぶようにね動いてますよね。ポンポンポンっていう感じで、もうアップスンダウンもねほんと軽快で、ボード自体が軽々と動くので、もう自分が思ってたよりも波に対してすごくね反応がいいんですよ。でこの辺のねアップスンダウンなんかでもボードがこのスピードがね瞬間的にカーボンの反発で出てくれるので、こうやってこんなところでもどんどんこう細かい動きと、あと大きなターンとのコンビネーションでうまくね滑れると思うんですよね。この辺もね見てください。今もね上にねノーズをね振り上げて、自分が思っているよりもノーズがね高くまっすぐ上がるので、サーフィンがすごくねダイナミックに見えますよね。でビッグリグのいいところって、そのボード自体が大きいのですごく前に出てってくれる。ほっといてもどんどん進んでくれるんですよ。ただそのボードがですねこの西井のねスタンス見てほしいんですけど、結構前に立っちゃってるじゃないですか。こんだけ前に立っちゃってもこれだけ動くってことはテールにロッカーがあるんですよ。これメイヒムが言ってましたけど、このボードスイートスポットがすごく広いので、後ろの方にスタンスができなかったりしても、ボードがすごくねターンしやすい、リッピングしやすい、ボードが帰りてくれる、そういうねボードなんですよね。波のねほんとボコボコしてるじゃないですか。こんなねボコボコしてる波でもこのダブルダートって意外と強いんですよね。なんでかっていうと、ボード自体がこの浮き上がる性質があるので、こうレールが食わないんですよね。その辺がやっぱり EPS のボードのいいところなんですけれども、はい、これセッションを終えてね上がってきました。ありがとうございます。早起きしましたね今日は。みんな続々と言ってますね。このフーワックスのワックスクーラーにすごいいい人塗ると、もうほんとカチカチのワックスで、これ1回塗っただけでこうやって糸が出るんで、フーワックスってこの糸みたいなビヨーンってなった感じ、こうなるといいんですよ。だからもうほんと無駄なく使える。ワックスが硬いとこの糸がねすごく出やすいんですよ。だから絶対ねこれワックスクーラーね皆さんね使ってもらうとすごくいいです。もうほらこんなちょっとでもう終わったんだよ。すごいですよね。よく全然違うでしょ。水入れてね使ってます。じゃあ行ってきます。お願いします。はい、西井が歩いていきましたね。はい、これ七穂選手ですね。 US オープンが終わってローアの方でサーフィンしてたみたいで、目の前をね歩いていきましたね。西井が乗りました。テイクオフしてリッ
ピングして軽くねリップカットバックして、この波の小さなところでも、波の小さなねショルダーのないところでもグイって今ね最後にターンしたじゃないですか。このボードすごいシャープに動きますよね。やっぱりこのダブルダートってそのボードの軽さ、ボードの操作性の良さですよね。今なんかもノーズをねキュッてこう振ってるじゃないですか。もう本当にノーズをこうなんていうのかな、すごくね軽やかに動いてくれるんでね、よいしょっていう感じじゃないんですよね。スパッスパッって動いてくれる、そういった動きをしてくれるボードですよね。これなんかもねボード長いんですけど360、あんまりね僕もこの技をやらないんですけど、もうこのボードだと軽々できるんですよ。この辺なんかもねおかしな動きしてますよね。あんなちっちゃな波のスペースでシュッっていうねスプレーの出すターンがねシャープにできるんですよ。ね、その辺もねよく見てほしいんですけれども、今なんかも波のなんていうんですかね、ショルダーちょっと出たところで板を返すとカットバックみたいなターンになって、スプレーもスパッて出てね気持ちいいんですよね。やっぱサーフィンってこうターンだったりリッピングだったり技が決まると乗ってるライダーって気持ちいいじゃないですか。やっぱりそれをねすごくね楽しませてくれるっていうか、こうシャープにボードが動いてくれるので、しかもこのボード大きいじゃないですか。これ32リッター確かあるんですよね。32リッターあるからもうどんどん体がね僕の体重が60から62、3なんですけれども、だんだんねなんていうんですか、疲れてきても全然ねこのボードに立ってるだけで前に進んでってくるんですよ。これなんかもねダブルアップするところすごい変なところどんどん走ってっちゃってるじゃないですか。どんどんスピードついて、もうこんなにね今の最後のところもねノーズをねバシッと振り上げてすごくねシャープにね上がってると思います。すごいこのボードね、なんていうんですか、細かい調整が効いてるのが分かりますよね。乗っていてこう波のフェイスがガタガタしているからこう一つのラインでなかなか乗ることが難しいんですけれども、そのガタガタしているところのそのポケットの中でサーフィンできてると思うんですよね。すごく軽快に本当によく動いてますよね。スピードも本当によくつくんですよね。ぐーってこうボードを押し込むとターンがねどんどんできちゃうんで、今のね2ターンなんかも本当に波のとろいところでターンしてますからね。これもねいいターン、今カービングねトップでねしてますね。そしてこれ2つ目もねカーブして、3つ目もねこれカーブして、これもねなかなかねいいライディングだと思います。最後ねフィニッシュしていい感じですよね本当に。でフィンはねこれメイヒムのね M サイズのフィンつけてます。お疲れ様です。ちょっと今日波がだんだん下がってきちゃって最後の方ね苦しみましたけど、ダブルダートやっぱいいですね。ダブルダート最高です。で何がいいかっていうと、ダブルダートの板って EPS じゃないですか。 PU のボードとかでテイクオフするときにまっすぐこうエントリーすると斜めに PU のボードだと重さでねスーッと落ちてくんだけど、 EPS のボードは波に対して90度の角度でエントリーした方がテイクオフまでスーッてまっすぐに行ってくれます。これは多分ボード自体が浮力があるから浮き上がらされちゃうから、斜めに行くとふーって浮いてきちゃって力が逃げてうまくテイクオフができないんですよ。だから必ず EPS、ダブルダートなんかそうなんですけど、そういったボード乗るときはまっすぐエントリーするとねいいと思います。波がボコボコしててターンしたときに PU のボードなんかだとグッてレールがね食っちゃってそのままになっちゃうんだけど、 EPS のボードって浮いてくるっていう特性があるじゃないですか。レールをね入れすぎちゃったなと思ってもすぐにねピュッて出てきて復活してくれるんですよ。だからターンミスしたなって思ってもなんかうまくリカバーしてくれる、そういったボードだと思います。ただその辺が EPS のボードのいいところですよね。この間の US オープンでマイケル・ロドリゲスがカノア・五十嵐選手と対戦した時も中盤でボードを変えたんだけど、ハンティントンビーチ流れがあってうまくねこうターンができなかったんだけど、 PU のボードだとその流れに入っちゃって板がうまくねターンがレールが抜けてこなかったんですよ。それでボードをライトスピード2っていう EPS の、ね、ボードに変えたらこの辺の流れにも、ね、負けずにすぐに浮いてくるからスーってね流れの上でサーフィンできてたの。それで勝った。あれは、ね、ボードを変えて彼の、ね、作戦成功だったですよね。格上のカノア選手勝ったっていうことは、ね、彼にとってすごく良かったと思うんで、ボードってやっぱね一番大切じゃないですか。そのコンディションでどんなボードが一番いいかって自分の持ってるボードの中で
が一番いいボードを使うといいと思います。だからボードってやっぱり1本だけで全ての波を乗ろうとするとプロでも難しいんです。いくつかボードを揃えて、もちろん PU のボードも EPS のボードも持ってるといいと思います。でダブルダートすごいおすすめです。調子いいです。はい、ダブルダートのビッグリグドライバー、このビッグリグドライバーストックボード、この YouTube をね公開と同時に発売を開始したいと思います。510からサイズをね取り揃えてるんで、ぜひ、ね、お見逃しなく。今季最後の入荷なんで、これダブルダートってやっぱり作るの大変なんで、なかなかレアなボードだとは思うんですよ。長持ちもしますしね、ぜひビッグリグドライバーにダブルダートで乗ってみてください。すごくいいです。長く乗れます。まあそんな感じで、はい、お疲れ様でした。おはようございます。おはようございます。今日もビッグリグドライバー、ダブルダートのテクノロジー、ボードが大きいじゃないですか、ビッグリグドライバーって。だからこのテクノロジーで乗るとボードが軽いから、すげえちっちゃいボードに乗ってるみたいな、動きがすごい軽くて、ビッグリグドライバーの大きさ、長いボードのテイクオフの速さだけど、立った時からはもう短い5-5のラウンドノーズフィッシュ乗ってるみたいに、すんごいもう切り刻むように乗れるんで、それがいいですね。ビッグリグドライバーはブラックシープもいいんだけど、こいつも捨てがたい。動きが左右に速いんだよね。縦に行きたい時の瞬間的な速さ、それが好きです。 PU のボードよりも EPS のボードの方がパドリングがすごく速いんですよ。浮く水の中に寝そべった時に、なんか同じ体積なんだけど EPS の方がやっぱ浮いてくるから、ちょっと視線が高くなる。でパドリングも水の上にいる感じでスーって速い。やっぱ EPS のボードっていいっすね。ノーズのとこね見てほしいんですけど、ここほら、これ何か分かります？これテイクオフするときに日焼け止め塗ってるじゃないですか。でこれ顎ついてるっていうね印なんですよ。日焼け止めがついちゃったんだけど、ぜひね真似してください。はい、じゃあビッグリグドライバー行ってきます。はい、いってらっしゃい。次のラウンドね、海に入っていきました。この日はね波がね少しねいつもよりもクリーンだったのかな。今ねボトムにねグイッとね深くね降りて、ターンもねなんていうんですか、大きくラインをね大きくできてると思うんですよ。でボードの長さがこれ510あるんですけども、その510っていう長さをね感じさせないぐらい、今なんかもねこんな膝腰の波であんだけねインサイドの波がちっちゃくなってからすごくスピードに乗って動いてると思うんですよね。リップもね今ねバシッと当てて降りてきてます。これテイクオフなんかもね速いですから、すごくねこの波の抜けてきますし、今のねヒットもねなかなかねワンヒットですけれどもいい感じでいってると思います。ここもね波のね奥の方からピークの奥の方から抜けてきて、もうねボード自体が進むので余裕がありますよね。ワンターンね今ヒットねいいところで当てて、これでプルアウトですね。これもねテイクオフが早いから余裕を持って一つ目のターンに入ってますよね。これもワンヒット、いいヒットですね。これ先ほどのワンヒットよりもねいい感じのヒットしていると思います。もうボードがもう軽いので自由自在、もう浮いて、もうなんていうんですかね、もうこの辺なんかもう軽々動いてるじゃないですか。もうスピードが死なないっていうか、もうボードの上にこうやってねバランス取ってるだけで全然ねサーフボードが進んでってくれるので、これなんかもねいい感じでね、まず一発目ターンして、ここでねリップねいいところに当てて、でねこれねもう一回ね当てて、そしてここにちょっと人がいてねちょっと遅れちゃったかなと思ったんですけど、ボードが軽いからうまくね、反応よくねヒットすることができました。これもね乗ってますね。ここもね波のガタガタしてるところでねカットバックして、もう気持ちよさそうじゃないですか、このボード乗ってる時って。もう本当にこう波とねタイミングを合わせやすいというか、ボード自体がやっぱ軽いから操作性がすごくいいんですよ。でねやっぱスピードも出てますよね。ボトムに入った時とそのトップでカービングした時の感じを見てもらうと分かるんですけども、スピードがとにかくね止まらない。一回一回のターンでスピードをビルドしてくれる、もう作ってくれるので、もうね今のところなんかもねすごくねインサイド小さな波になってからの動きすごく素早くて、もう本当にこうぐにゃぐにゃ動いてるじゃないですか。本当にボードがねやっ
ぱりボードが動いてくれるとすごくね楽しいですよね。操作性がめちゃくちゃいいので、もうダブルダートね丈夫ですし調子もいいし、ビッグリグでね乗ってもらえれば、大きなボードが軽く動くのですごくねおすすめです。ビッグリグのねダブルダートね、ぜひねすごく調子いいんで皆さんね乗ってみてください。お疲れ様です。ダブルダートいいっすね。やっぱね動きが軽い。おじさん動きが鈍いんでボードに助けてもらう。おじさんは道具で勝負。道具でしょう。道具で勝負ですよ。そうですね。若者よりもいい道具で、動きの軽い、ボリュームはあるからテイクオフ絶対早いじゃないですか。立ってからの体の動きの鈍いのをボードが助けてくれる。動きが軽くてコントロールがすごくいいですね。細かい微調整がうまく効くっていうか、おっとっとって言ってなんかこう鈍いなって感じがしないと、すぐ意思が伝わってピュンピュンピュンってこうノーズが振ってくれる。よく動きます。回転性もすごくいいんでダブルダートおすすめですね。丈夫っていうのがいいですよね。ボコボコボコってポリ抜いたとどうしても足の跡がついちゃうんですけど、そういうのが全然できないからいいっすね。それがいいですよね。スタンスとかね沈むんだけれども、靴底みたいにね自分の足の形になってくるから、よりこうグリップが効いてくるんで、すごくねいいですね。蹴りの強い人じゃなかったらなかなかへこまないと思います。かかとで踏んじゃったりするタイプだからへこみはね出てくるんですけど、それでも全然へこまないんですごくいいと思います。ダブルダート早速ラブサーフで販売がスタートしますんで、ぜひ皆さんビッグリグドライバーおじさん用のモデル、それの最上級ダブルダートフルカーボンボード発売開始します。この YouTube をご覧になってリンクを概要欄の方にも貼っときますんでご購入ください。限定18本しか入ってきてないので争奪戦が皆さん技量に合わせて、結構ね長めを選んでもらってもいいと思います。それだけ伝えておきます。はい、ビッグリグドライバーダブルダートぜひ皆さん乗ってください。はい、それではまた。ありがとうございます。